全3部作の3作目、5分で理解する自己再生リズム。今回はその最終話です。自身のパフォーマンスを安定させることに成功したケンジ。しかし、彼が次に直面したのは、チーム全体の疲弊という新たな壁でした。個人の成功がなぜ組織の成果に結びつかないのか。この課題をどう乗り越えるのか、その核心に迫ります。ここで多くのリーダーが直面するであろう一つの大きな問いが生まれます。たった一人の改善は果たしてチーム全体を救うのに十分なのでしょうか。それとも全く異なるアプローチが必要になるのでしょうか。朝の習慣を確立し、仕事も安定軌道に乗ったケンジ。ですが、ここで新たな問題に直面します。彼自身のコンディションは最高潮であるにもかかわらず、その好影響がチーム全体には全く及んでいなかったのです。彼はここで非常に重要な点に気づきます。リーダー一人がいくら絶好調であっても、部下が疲弊していてはチームとして成果を出すことはできない。これこそが組織の成長を妨げる新たなボトルネックの正体でした。次に強化の共鳴です。さて、ここからが物語の大きな転換点です。ケンジはほとんど偶然とも言える出来事をきっかけに、ある強力な現象を発見することになります。彼が行ったのは非常にシンプルなことでした。チームメンバーが仕事を提出した後、即座に報告の速さ本当に助かったよと具体的でかつ肯定的な言葉をかけたのです。するとその効果は即座に現れました。これがこのビジネス書要約のキーワード、強化の共鳴です。つまりリーダーの小さな承認という行動がまるで水面に広がる波紋のようにチーム全体の行動をも変えていく現象のことを指します。さらに興味深いのは、この影響が言葉をかけられた本人だけにとどまらなかった点です。なんとその翌日にはチーム全体の報告スピードが目に見えて改善していたのです。肯定的な行動がまるで伝染するかのように広がっていきました。次に肯定的な行動が広がる時です。重要なポイントは、これが一度きりの偶然ではなかったということです。この強化の共鳴こそがチームを自律的に動かす大きな行動変容の始まりだったのです。ケンジはそこから明確なパターンを観察します。例えば、創造的な提案を具体的に褒めると、チーム全体から提案が活発に出るようになる。あるいは、ミスを自ら引き受ける姿勢を見せると、部下に安心感が広がり、挑戦を恐れなくなる。彼の具体的な働きかけが、チームの心理的安全性を高めていたのです。彼は、リーダーシップについて全く新しい理解に至ります。リーダーの役割とは、細かく指示を出すことではない。そうではなく、肯定的な行動の波を組織内に最初に作り出すことにあるのだ、と。次に、信頼ホルモンの力です。では、なぜこのような強化の共鳴は生まれるのでしょうか。その科学的な根拠を見ていきましょう。実は、私たちの脳内である重要な物質が作用しているのです。この生物学的なメカニズムの主役がオキトシン、通称信頼ホルモンです。この物質は感謝や笑顔といった肯定的な社会的つながりを感じた瞬間に脳内で放出され、ストレス反応を緩和、信頼感を育む効果が確認されています。こちらは心の健康への2つのアプローチを対比したものです。片やオキシトシンの分泌を促すつながりの習慣、これは科学的にもストレス軽減効果が示されています。もう一方は薬物療法ですが、本要約の元となった書籍では、その効果がプラセボと大差ない場合や副作用、日本人を対象とした長期データが不足しているといった課題も指摘されています。そしてケンジは確信します。心を本当に支えるのは薬でも根性でもなく、つながる習慣であると。これこそが彼が見つけ出した自己再生リズムの究極の形でした。次にあなたの最初の波紋です。ではこの知見をあなたは明日からどう生かすべきか。この最終セクションでは本要約で得た知識をすぐに使える実践フレームワークへと落とし込みます。
この解説から持ち帰るべきアクションはたった一つです。明日、まずチームメンバー一人の具体的な貢献を見つけ、それを具体的に称賛することから始めてください。これこそがあなたのチームに強化の共鳴を引き起こす最初の回復スイッチです。ケンジがこの一連の経験から得た最も深い実感は、この言葉に集約されます。整えることは広げること。つまり、自分自身を整えることはゴールではなく、あくまでスタート地点なのです。その安定を他者に広げ、組織全体を整えることこそが真の目的なのです。これで自己再生リズム編は完結となります。次回からは新シリーズが始まります。たった一人の部下の報告を強化するその瞬間に、なぜチーム全体がまるで自動的に動き始めるのか、その驚くべきメカニズムについて詳しく解説していきます。見逃さないようぜひチャンネル登録をお願いします。